暗記のシェミ第34話決戦の策前編がですね、思ったより気になるところあったんで、とりあえずあらすじ関連のところだけちょこちょこ話していこうかなと思います。で、今回も刹那とはモロハが別々にね、行動しておりますので、一つ一つね、見ていくんですけども、まずトアさんはリオン、リクとね、行動を共にしていたんですが、タイトルにあるね、決戦の策であるように、策の日の話になっていますので、人間の姿に戻ってしまっています。で、そこにですね、ゼロの夜行鳥がね、襲いかかってくるも、リクが無駄のない動きで、これらを撃破していきます。けど、トアさんだけね、ゼロの転移の術で、ゼロと七星のいる、庭園にね、連れて行かれてしまいまして、次回この作状態のトアさんが強敵二人にどうされちゃうのかなっていうのが、とりあえず、トアさんの方の、あらすじの話なんですけども、ここでちょっと一つ気になるところが、トアが作の日で人間に戻っているんですけども、ここで刹那もね、同じように戻っているんではないのかなと気づき、しかも刹那さんっていうのは初めての作っていうことで、そんな時にそばにいて守れないなんてっていう心配するんだよね。ここそもそもめちゃくちゃ優しいなっていう話なんだけども、そんなトアの姿を見てリクが過去に犬の大将を失った時のゼロとね、なんか似ているなと回想しており、で、その回想によりますと、ゼロは思考の玉から犬の大将の死を予言していたのに、助けに行かなかった、守れなかったっていう風にね、言っておりました。で、今のトアも刹那が危険だと知っているのに守ることができないから、トア様もゼロと同じようにもしかしたらなってしまうかもしれないなと、リクさんがちょっと危惧しているシーンがあるんですけども、これ、ヤシャ姫23話で、トア自身もゼロって人は私とどこか似ているって発言していたんだよね。だからこの、リクさんが心配している通りに、なってしまう可能性もあるかもねっていうね、話なんだけど、そもそもこのリクの回想シーンね、このシーン自体が15話のものと場面的には一緒なんだけども、今回の34話の回想で、さっきのゼロさんの言った思考の玉で犬の大将の死を予言していたのに、助けに行かなかった、守れなかった。この言葉を15話の時には言ってなかったんだよね。なんでここからですね、またなんかその回想ごとに追加シーンがあるなっていうのと、その犬の大将を守れなかったっていう後悔も、ゼロはしていたんだなっていう発見ね。で、あともう一つ、思考の玉の予言っていうのが、キリン丸を人でも妖怪でもない存在、時空を超えるありえない存在が倒すっていうのがあるっていうのは、もともと分かっていたんだけど、それプラス、犬の大将にも同じく思考の玉による死の予言があったんだねっていうのが、確定、判明したかなっていう。ここら辺の予言についてね、ちょっとまだ、いろいろと考えれるところがあるかなと思うんですけど、まだちょっと僕の中で固まっていないので、今後多分また話していくと思います。で、次に刹那さんなんですけど、そのトアの予想通りね、柵によって人間の姿になってしまい、夜を失います。で、場所が雪の降る季節、地域だったことでめちゃくちゃね、寒そうにしておりました。で、しかも今までね、夢の胡蝶で柵がなかったんだけど、その胡蝶がなくなったことで初めて人間の状態で寒さを経験したことでですね、姉であるトアはいつも、柵の時こんな状態だったんだなっていうことをね、考えておりました。だからここね、偶然ちょっとトアと刹那互いのことを考えているとこがあるんですけども、で、あと多分その揚力がなくなったことに影響だと思うんだけど、眠りに対する耐性も低くなったのかなと。そのせいですごい眠そうにしていたんですよね。けどその眠る前にですね、今後襲ってくる可能性がある、妖怪の情報を巻物に記しておくことで、戦力にはならないんですけど、少しでもね、タイジャーの力になろうという、刹那さんのね、こんな状態でも頑張ろうというね、意思を見ることができたかなと思います。で、次回ですね、そんな刹那タイジャーのもとに、心配した通りね、雪入道っていう妖怪が襲いかかってくるのかなという感じですかね。この雪獣ってすごい可愛いよね。で、最後、モロハさんなんですけど、前回満月狸とマミヤナ将軍との戦いに敗れ、弓矢と矢筒を奪われてしまいます。で、それだけではなく、このでかい目玉によるね、監視もあるので、それらをなんとかしないといけないっていう風になるんですけども、そこでモロハさんはね、こちら、ハンググライダーを作るわけですわな。これなんで作ってたんですかね。そこはちょっとわかんないんですけども、でかい目玉に関しては、月が出てない時は動かないそうなので、作日である、新月である今日は、とりあえず問題ないよ。で、残る2つですね。満月狸と、マミヤナ将軍。これに関しては、イニアシャたちが倒した時のことをですね、八右衛門さんから、聞くんですけども、それによりますと、十数年前、先代のマミダイラ家の当主が亡くなった時、本来でしたらちゃんとした後継者である竹千代をね、次期当主にするとこなんですけども、それを良しとしないマミヤナ将軍が、マミダイラ家をね、牛耳ろうとしておりましたよと。けどね、その企みをイニアシャたちのね、この華麗な作戦で、見破り、戦いに入っていくんですが、この、満月狸に関しては、八右衛門の浮遊能力と、かごめさんのね、凄まじい霊力で、封印することができました。で、その間にマミヤナ将軍の方はイニアシャたちがなんか戦って、どうこうしたみたいなんですけど、このどうこうしたってところはね、八右衛門狸さん、満月狸戦っていたので、わかんないという話でございました。なのでね、このマミヤナ将軍を撃退したイニアシャは、今、黒真珠にね、封印されていませんので、魅力と、サンゴに詳しい話を聞くため、高丸を飛ばしておりまして、その間、モロハさんはですね、奪われた弓矢と矢筒を取り返しに向かっておりました。だから今回モロハさんの方は、一応八右衛門からね、いろいろ昔の話は聞いたものの、倒し方自体、結局どうするっていうところははっきりしなかったので、どうするんですかね。やっぱそのコメントとかでいくつかあったんですけ
ど、かこめさんから受け継いだ凄まじい霊力がこう覚醒するイベントとかあったりするんですかね。で、ここからちょっとね、感想なんですけど、八右衛門さんのイニアシャの回想がね、今回あったわけなんですが、それが思ったよりね、短かったなっていう、その倒すまでの話がダイジェスト感覚でバーっとね、流れていた感じがしました。でも、そのね、かこめさんとサンゴさんがね、可愛かったんで、いいかなという、とこもあります。で、あとこれね、ちょっと解釈が分かれると思うんだけど、また弥勒様がさ、風穴がないことを悔やんでいましたね。この風穴問題も、少しね、個人的な意見というか触れたいところがあるんで、また話していこうと思います。っていう感じでね、またこれも話していこうと思うっていうのを何回か言ってる気がするんだけども、何に対して言ってたのか、ちょっとね、僕自身覚えてないところがありますので、これに関する動画全然出してないよとかあったら、また教えてください。はい。そんなところがね、とりあえず、今回34話、結成の作前編の話でございました。全体的に見てみますと、そのとは刹那の方にはね、新たな展開が起こっていまして、諸刃さんのところは特に解決しなかったのかなーっていうとこ。けど次回で解決していく。それとも3人とも全部解決に向かっていくのかっていうか、3人はいつ合流していくんだろうなーっていうところでございました。以上。